おはようございます。たかしです。本日は12月8日木曜日、ただいま9時25分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の陽線となっております。ただ、2日連続上髭をつけてますので、今はここでのレンジですね。三角持ち合いの上限付近にありまして、その中で今はレンジを作っているのかなと。このレンジをどちらに抜けるのか。上抜けると三角持ち合いを抜けてくることになりますし、下抜けると次は三角持ち合いの加減を目指してくることになりますので、今はこのレンジの中でのトレードを見ていくのがいいと思います。現在ストキャスティクスは高値圏に向かって上昇中ですので、比較的上昇しやすい試合でもあるんですが、4時間足の下落トレンドを崩したわけじゃないので、基本的には戻り売りなのかなとも思うんですけど、日足の GMMA は今横ばいです。今これ4時間も1時間も全て GMMA が横ばいなんですね。ということはどの時間軸でも方向性がないということになりますので、今は上がったり下がったりと分かりにくい動きをしやすいところにありますので、その辺を注意してトレードしていく必要があります。MACD に関しては方向感がありませんね。ストキャスティクスはまだもう少し高値圏まで距離があるので、ここからのデッドクロスみたいな感じをイメージするんですけれども、一旦はこの辺まで上げてくるんじゃないのかなと思ってます。と考えると、ここの三角持ち合い上抜けなのかなとも考えられるんですが、じゃあ上抜けた場合は次この高値ですね、緑のボックス上限が次のターゲットになってきますので、その辺付近でストキャスティクスが高値圏に来れば、ここからのここでのダブルトップみたいな形での下落になるのかという、そんなイメージも持てますので、今は上がったところで売り、ただ下がったところでは比較的強く買いも入ってきてますので、そういうトレードをしていく必要がありますね。長く保有するじゃなくって短く利確していくのが大切です。では4時間足です。先ほどの日足の三角持ち合い、ここですね。その三角持ち合いの現在は上限付近にありまして、そこで昨日はかなり上髭も下髭も出てます。こういうところっていうのはトレードが難しくなりますので、積極的にする場面ではないですね。ただここから買いなのか売りなのかって言われると、個人的にはこの辺付近、高値に来たところでもう一度売りたいなとは思うんですが、この下髭もかなりすごいので、ここでのレンジですね。先ほど日足で言っていたレンジがここになりますので、今はレンジ内のトレードをしていくのがいいですね。そして1時間足の GMMA 横ばいなんですが、今ちょっと上を向いてきているので、そこも気になるところ、この GMMA にサポートされている感じでもあるんですね。この4時間足の GMMA でサポートされるなら、ここを上抜けという可能性も考えますが、先ほど日足で言ったように、次この辺付近、この白ライン付近に来たところで、日足のストキャスティクスが高値圏に来れば、ここからまた折り返すということも考えられますので、三角持ち合い上抜け下抜け時っていうのは騙しに注意ですね。今はやはりこのレンジ内を想定してトレードしていくのが良さそうです。MACD は方向感がありません。ストキャスティクスは今デッドクロスしてきてますが、中途半端なところですね。過去のこの位置ぐらいのところでしてきているので、もしかすると本日はここから下落に向かう可能性もあるんですけれども、やはり上下に髭が出てるので難しいなという印象です。では1時間足です。現在この安値から高値にフィボナッチリトレースメントを引いてます。そして昨日 38.2% のところを少し下回ったところからの上昇になってきたんですが、結局この一昨日の高値 167.5 付近っていうのが意識されて下落してきてます。つまり高値をここで若干ですが切り下げているんですね。なのでここからどうなるか、安値を更新してこれればこういう波ですね、こういう下落トレンドに入っていきますし、安値更新できないようですとこの辺での三角持ち合いになってくるのか、それとも今もしここから上昇していけば安値を切り上げることになりますので、そうなるとここでのアセンディングトライアングルなのかというところですね。安値切り上げ、高値がこの一定というところでこういう形、そうなってくるとこの上抜けっていうのもしやすくなってきますが、やはり日足のストキャスティクスは気になりますので、あまり高値追いをしていくのは危険かなとも感じます。それでもこの辺ぐらいまでは上げてきそうですけれどもね、その場合はここを明確に抜けてくるっていうところが前提になりますので、今はここで安値を切り上げられるのかどうか、安値を更新してくるとこの加減、三角持ち合いの加減
線を目指すでしょうし、安値の更新をしないようですと、ここでのレンジをまず想定して、そのレンジの上抜けをすれば、次はこのオレンジのライン169円ぐらいまでの上昇をイメージしますので、まず本日はここのレンジを抜けられるかどうかっていうところに注目です。1時間足の GMMA も横ばいですよね。4時間足も横ばい。ただ4時間足はちょっと下からサポートしているようにも見えるので、その辺が分かりにくいですが、今は1時間、4時間、日足と GMMA が横ばいですので、上がったら売られ、下がったら買われっていう方向感のない動きをするんだというところを念頭に置いておくのがいいと思います。例えば昨日みたいなこういう強い上昇が起こってきた時は三角持ち合いを上抜けるんじゃないかという風に考えがちですが、ここでエントリーすると最高値をつかまされてそこからの大きな下落になってますので、こういう強い上昇をしたからといってそれについていくのは危険ですので、その辺は考えてエントリーしていく必要があります。強い上昇するとどうしてもついていきたくなりがちなんですが、その時は一呼吸置いて上位足の位置の確認をするのがいいと思います。例えば1時間足、4時間足、日足など、ここからまた上昇する余地があるのかなっていうのを確認して、次の戻しを待ってからその上昇についていくっていうことがいいと思いますので、どんどん上昇している時にそこに飛び乗るのはいつ反転するか分かりませんので危険ですのでご注意ください。本日は以上です。この動画が良かったら高評価と忘れないうちにチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップを始めました。初心者の方が少しでもスキルアップできるように丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。誰でもご参加できるようにコーヒー1杯分くらいの価格にしております。過去動画を見るだけでも元は取れますので一度お試しください。それからもう少しトレードスキルを向上させたい方はポストプライムでプライム投稿というのもしております。こちらは2週間の無料期間がありますので、これも過去投稿をすべて見ていただけます。2週間以内にやめれば無料のまま有料投稿を見られますので、一度お試しいただいて自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。自分のトレードに根拠が少ないと感じる方、もしくはなかなか勝てないという方は YouTube のメンバーシップやポストプライムのプライム投稿を一度お試しください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されませんので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。現在このインジケーターを使ったエントリー手法のブログを書いている途中ですが、まずはこちらの基礎編をご覧いただきたいです。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。このブログを読んで、ご自身のチャートに当てはめて考える。それが使いこなすことへの第一歩になります。せっかく FX と出会ったのですから、確実に一歩ずつ成長していきましょう。